こんにちは。今日も元気に姫路城もえりんです。お久しぶりです。実に5ヶ月ぶりの動画になります。まず5ヶ月っていう長い時間、何も言わずに動画を長い間休んでしまって本当に申し訳ございませんでした。なんでこんな長い間何も投稿なかったのかっていうのを説明しなあかんなっていうことで動画を撮ろうと思います。簡潔に言うと家族絡みです。 YouTube を始めて一回も自分の家族のことについては話したことがなかったんですよ。で、私の家庭環境っていうのはちょっと複雑で特殊なので、いつか話さなあかん時が来るんかなって思ってはいたんですけど、見てる皆さんにとっては人の家庭環境のこととかね、知らんじゃないですか。そんなにやん。だから話してはなかったんですけど、とりあえず私には両親いないんですよ。お母さんもお父さんももうどっちもおらんくて、家族は兵庫県に住んどるおばあちゃんだけっていう感じになるんですよ。ちっちゃい頃生まれてすぐに両親が離婚しとって、でその後お母さんとおばあちゃんと住んどったけど、うちが小学校2年生の時にお母さんが亡くなって、お父さんの記憶っていうのはもう全くないので、一回も会ったことがないし、顔も名前も知らんお父さんがおるっていう感じ。めっちゃ簡潔に喋るとそうなる。そのお父さんがちょっと事故をしてしまったというか、巻き込まれてしまって、体のね容体もすごい悪くてみたいな感じだったらしいんですよね。でその状態だけで言うとうち関係ないやんか。もうそのお父さんが今どこにおって何をしとって何歳でどんな人が周りにおってそんなことは知らんし、ましてやそんな事故に遭ったことなんてもうさっぱりなわけなんですよ。でもね、なんとそのお父さんには親族というか周りに助けてくれるような身内がおらんかったと。お父さんぼっちでした絶対笑ったらあかんよねどこまで話したっけ。でもうやっぱり誰かがそばにおらんとあかんっていうことで招集されたのがうちやったっていうわけです。でお父さんは住んでるところが大阪だったので、病院も大阪で、大阪と東京行き来しつつ動画をやっていこうかなみたいな感じで思ってたんですけど、ちょっと実際にやってみたらその余裕も全くなかったから、もうすぐに大阪のお父さんの家に住ませてもらうような感じになって、一人で生活できるようになるまでのサポートをしてました。その時に大阪に住みながら普通に動画投稿しようかなと思ったんですけど、その理由を話すには家族の話とお父さんの話とっていう、みんなからしたらよくわからん話を動画でしなあかんよなとかって思ったりで、そもそも初めまして状態のお父さんとの生活やったり、ちょっと環境の変化がすごくあったんで、ちょっとうちも体調を崩してしまって、じゃあもうお父さんのサポートに徹して自分もちょっと休もうみたいな感じでこの5ヶ月過ごしていましたね。だから結果今言ってるやんみたいなこれをもっと早めにみんなに言っとけばこんな心配をねかけてしまうこともなかったわけやから、言えばよかったやんってね今思うわ。今まで何も言わなくて本当にすいませんでした。本当にすいません。本当にすいません。お父さんには25歳にして初めて会って、それまではねちょっとうちからしたらその家庭にごちゃごちゃがあった全ての原因がお父さんにあるっていう風に思っとるから、もう25年間ずっとお父さんのことが嫌いやったんですよ。いや違うなっていうか、お父さんって何みたいな概念がわからんみたいな。でもっと言うとお母さんの記憶もなくなってしまって顔だけ覚えとるみたいな、ちょっと両親に関する記憶がもうポンって抜けてるわけであれかな、うちの頭の中で勝手にお父さんイメージみたいなのが悪い風にね出来上がってたんですけど、今回初めて会って数ヶ月一緒におっていろいろ話しました。うちが思ったのはお父さんも人間なんやって思って、やっぱりね知れたことによって自分の頭の中にかかっとったもやが、晴れたっていうかフィルターが剥がれてクリアにねそのお父さんを見れるようになったんですよ。だからそれはすごい良かったなって思う。うち的には。うちはねはいそういうことでした適当すぎるか。締めがこんな適当じゃあかんよな。でね、こんだけ元気に復活みたいにしたはいいものの、ちょっとこれからのネタを何も考えてなくて動画のストックがないですすっごい見切り発車で復活しちゃった。
だからネタくださいなんかください。はい、そんな感じでした。ちょっと支離滅裂であれだったかもしれないんですけど、最後まで見てくださってありがとうございました。というわけでまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。